皆さんこんにちは。今私は大阪に来ています。今回は大阪旅行の際に気をつけた方がいいエリアを3つピックアップしたので紹介したいと思います。以前、日本で治安の悪い場所っていうテーマで動画を上げたことがあるんですけど、その中で大阪のエリアをいくつか紹介しました。今回は具体的にどのエリアが危ないのか、またなぜ治安が悪いのかっていうのを実際に行ってみて確認したいと思います。では行ってきます。まず一つ目は日本一治安が悪い場所として有名な愛林地区というエリアです。最寄り駅の一つは JR 新今宮駅。歩いてすぐの場所に有名な観光地新世界があるので利用する人も多い駅です。新今宮駅の東出口を出て左に進むとその新世界があるのですが、逆方向に進んでしまうと治安が悪いエリアとして有名な愛林地区に向かうことになります。この辺はまだ大通りだから、飲食店とか、警察もちゃんとあるし、暗い雰囲気はしない。今んとこね。大通りをまっすぐ歩いていくと大阪の激安スーパーが現れます。ここまで来たらこのスーパーを境に右に曲がります。ちょっとこの辺もね、やっぱシャッターに落書きがしてあって、ちょっと治安の悪さを感じますね。歩いていると気づくのが物価が異常に安いこと。わ、安っ。これ50円の自販機。こっちも60円。これもなんか当たり前のように50円。見て。宿泊料金1500円。めちゃくちゃ安い。一泊数百円から1000円程度の簡易宿泊所が至るところにあります。高くても1550円。これもうこれ取らない。こちらが愛林地区の中心に位置する三角公園があるエリアです。デモが始まるみたい。俺も優しかったけど何飲むのいつも？これ。え？
サンガリア。へえ。そうや、これね。安いね。お酒なのこれ。そうだ、アルコール。へえ。中のジュースの会社やね。これ？センター。じゃあお父さんにお酒をおごります。そういうそうなんです。おごってもらいました。はい。バイバイ。ありがとう。バイバイ。生活が苦しい方、仕事がない方、そういう人たちが入居可能なマンション。そういうとこがたくさんあるね。ある。でしかもこの辺だと日雇いの募集とかいっぱいあるから、この辺で泊まって朝パッと日雇いでお金稼いで、生活を最後こうギリギリなんとかやっていくみたいな人たちがこういう人いるんだよね。実際に歩いてみてちょっと怖いとかイメージが悪いっていう言葉では、なんか片付けちゃいけない気がする。まあ、治安が悪いっていうのは結局そういうこう社会的にまあ立場があんまり高くない人たちが最後の望みでこっちに来て、で1000円ぐらいの宿に泊まって、で毎日職業安定所で職探してっていう、まあ、そういう生活をしてる人が実際多いから、治安が悪いっていうよりも、ね、そういう人たちに対して懐が深いというかね、そういう人たちの寛容でそういう人たちにこう受け入れてるっていうのがあるよね。逆にあったかい街なのかもしれない。今日たまたま出会った方はすごく気さくに話しかけてくれて、いい人だったけど、まあ、いろんな事情で悩んでたりとか、ちょっと苦しい思いをしてる人もね、いるかもしれないから、まあ、そういう人たちの刺激にはならないようにしなきゃいけないと思う。まあ実際あんまり、まあ、ここはちょっと取っちゃいけないだろうなっていうところも結構あったしね。すごいちょっと考えさせられた。じゃあ今ここスーパー玉出に戻ってきました。で、今行ったアイリン地区はここから右側に曲がったところにありました。で、これから向かうのは玉出から左に曲がったところに飛田新地っていうエリアがあります。今からそこに行きたいと思います。飛田新地は日本最大級の遊郭として有名な場所です。ここからは昔ながらの商店街を進んでいきます。カラオケ居酒屋ばっかりだね。カラオケ居酒屋ばっかりだね。だいたい同じ設計だよね、お店も。カウンターで横長で。この辺はさ、普通にその外国人がさ、たまたま見つけてもさ、ちょっと面白いからもう、ちょっと歩いてみようってなるじゃない。でこれを進んでいくと、特に女性が入ったらちょっと結構まずいと思う。面白半分でやっぱ撮影とかすると本当にちょっとまずいことになっちゃうところだね。はい、今飛田新地っていうエリアに入ろうとしてるところなんですけど、ここから先はちょっと撮影とかができないので、ここまでで止まっておきます。そこ見えるかな、ちょっと提灯みたいなのが見えると思うんだけど、そこがいわゆる飛田新地の遊郭って言われているエリア、有名な観光地の新世界から約1キロぐらいで来れてしまう距離にあるので、気づかないうちにここに来ていたみたいなこともなくはないと思います。全然あり得るでしょ。だからこうやって普通にその商店街を抜けて、これ今右に曲がっても提灯のとこ入ったらもうそのエリアに入っちゃうから、フラッと行って簡単にたどり着いちゃうからね。でそこで写真とか撮ってたら本当にちょっと注意されたりとか、ちょっと怒られる可能性あるから、その提灯が見えたらちょっこ気をつけるって感じかな。本当ね、ガラッと本当雰囲気が変わるから、見たらわかるぐらい、結構雰囲気変わる。こんな感じでね、全部料亭って書いてあるんだけど、実際は
料亭に来たお客さんがそこにいた女の子と自由恋愛をして、その後は自由ですよっていう名目でやっているお店になります。一緒に飯を食うということに対してお金を払っただけだっていう、だから違法行為じゃないっていう話なんだよね。そうね。この通りと多分この通りが多分有名な青春通りとメイン通りでしょ。確か何が特徴なの？量も多いし質も高いって書いてある。女の子のレベルがちょっと高いっていう話でしたけど。結構あれ100個ぐらいあるの？結構あるね。ここにね、1軒だけたこ焼き屋さんがあって、でここは複数で遊びに来た時に終わった後に待ち合わせする場所みたいな立ち位置になってるそうです。日本にはこういうね、特殊なエリアもあります。入り口は料亭の雰囲気なんだけど、女性がこう真ん中に座ってて、で女性がこうライトアップされてる感じで、隣に年配の女性が受付みたいな感じかな、でお客さんは女性を見て指名して入るっていう感じらしいです。だよね。このエリアは普通に公道だから、別に入ることは全く別に法律違反ではないし、別に撮影も別に法律違反ではないんだけど、やっぱりそこで働いてる女性の人たちもやっぱりいろんな覚悟を持って働いてたりするから、そういう人たちに対してを取ってしまったりとか、やっぱ冷やかししてしまうっていうのは、その人たちのやっぱりプライバシーとかの問題があるから、そういう意味でやっぱりやっちゃいけないっていうことかな。そこでそういうお金を払ってそういうことをしたいと思う男性以外は基本は言っちゃいけないでしょ。例えばカップルで行くとかもダメなので、ここは気をつけてください。はい、続いてやってきたのはこちら黒門市場です。ここはもう完全に外国人の観光客向けのお店が並ぶ市場になってます。コロナ前までは、ぼったくり市場っていう風に言われていて、すごい高い値段で物を売ってたりとかすることが多かったみたいなんですけど、コロナが明けてからはちょっと今情報が全くないので、まだそういう名残があるのかどうかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。じゃあ行ってきます。道頓堀からほんと徒歩5分ぐらいですからね。そうそう。街歩きしてたら自然とたどり着く。で、結構目立つから、とりあえず入ってみようとはなるよね、間違いなく。どんな感じなんだろうね。でもやっぱ全部にさ、日本語、英語、中国語、韓国語、律儀に書いてある。本当だ。やっぱり。これってどのぐらい普通するんですか？ちょっと結構安いですね。4800円。ここに来るのはもう外国人ばっかりだと思います。外国人の人だけでも日本人の人も結構増えてきてるんで、ありがとうございます。だんだん甘なってきて、シャインマスカットってうまい。なんかもう黒門市場の入ってすぐのフルーツ屋さんは結構普通に良心的な金額で、これも100円とかで、お父さんもすごい気さくでいっぱい話してくれて親切な感じでした。いっぱい教えてくれたから買っちゃった。なんかお父さんが言ってたんだけど、最近はねやっぱり日本人のお客さんも結構多いらしくって、そんななんか郊外にぼったくってくるようなお店は少ないらしいんだけど、やっぱ探せばやっぱ海鮮系は外国人の人が分かんないような金額で売ってるところもあるって言ってた。生牡蠣780円。すごい大きいね。大きいね。そうだね、この辺はなんか普通だね。でも2丼になったの普通だと。すごい、かわいい。これ何？蜂の巣？体に良さそう。これで3000円ってこと？ちょっと高くなる。でも焼いてくれる金額も含まれてるってことだよね。海鮮が多いね。でもやっぱこのぐらいするんだね、カニって。わかんない。相場がよくわかんない。でもやっぱさ、日本人向けの市場でさ、売ってないよね、8800円。ここにあるやつらも大体さ、5000円以上のものがめちゃくちゃ多いから。日本人だったら買えないと思う。ただ軽く旅行来た人が買える金額じゃない。多分ここで買ったやつそのまま店内で食べれるんだと思う。焼いてる。すっごいでかい。めっちゃいい匂い、香ばしい。すっごい広い。
なんか永遠続いてる感じする。ポテト、さつまいもチップスだ。すごい塩が効いてて美味しい。ここの今買ったお店めっちゃ人気で行列できてる。これはちょっと高いかも。インティアン3000塊とか完全に中国語でしか書いてない、日本語書いてない。ちょっとここ高いわ。北海道円安だから米ドル換算したらまあ安いんだろうね。和牛とさ、神戸牛ってめちゃくちゃ値段違うじゃん。これ肉です。そんなに肉に詳しくない人からすると、和牛でも十分美味しい。うん、そうだね。その4倍もの値段を払って食べる価値があるのかっていうところは人によって分かれるかも。はい、ということで今黒門市場見てきました。普通の市場では目にしないような価格のものが大量にあったよね。そうだね。1万円超えするものとか平気でずらってこう雑貨に並んであったりとか。ああいう売り方してる市場なんてあんまないでしょ。うん。だから正直比較するもんもないからね。そうだね。あの金額とあれを見て買おうと思うかどうかは本当人次第でね、どこと比べてぼったくってるのか分かんないからね。そうだね。黒門市場は黒門市場の相場があったように感じました。日本人はなかなか買わないだろうね。まあ4000円の。そうだね。普通に1本4000円の神戸牛のステーキの串とか外国人の観光客の人で買ってる人も結構いたし、そういうところで日本の、物価の安さというか衰退してるなっていうのを感じて少し切ない気持ちにもなりました。でも黒門市場の中にその高い海鮮系とかばっかじゃなくて気軽にこう食べ歩きできるようなこうスナック系も結構売ってたので、観光に来る分には気軽に遊びに行ってもいいんじゃないかなっていう感想です。はい、今新世界に来ました。ここにね通天閣も見えてます。今回はなかなか動画を回せない場所も多くて口で説明するのが難しい部分もあったんですけど、うまく伝わっていればいいなと思います。日本旅行で大阪に来る際はぜひ参考にしていただければと思います。それでは今日の動画は以上です。バイバイ。